もしも明日、あなたの通帳に、突然10億円という数字が印字されたとしたら、あなたはそのお金を何に使いますか？嫌な上司の顔を思い浮かべながら、辞表を叩きつけるシーンを想像しますか？それとも住宅ローンの残高証明書を破り捨てて、銀行の窓口で一括返済する自分を想像してニヤニヤしますか？あるいはファーストクラスのチケットを取って、あてもなく世界一周の旅に出る、そんな優雅な老後を思い描くでしょうか？そんな妄想をしている時間は、確かに人生で一番楽しい時間かもしれません。私もその気持ちは痛いほどよくわかります。また年末ジャンボの季節がやってきました。テレビをつければ、大安吉日や一粒万倍日という言葉が踊り、芸能人が10億円の夢を語っています。街に出れば、億万長者、ここから出ましたという派手な赤や黄色の上り旗がはためき、スピーカーからは景気のいい音楽が流れています。その下には冷たい北風が吹く中で、ダウンコートの襟を立てて、何十分も、時には何時間も並んで、宝くじを買い求める長蛇の列ができています。その列に並ぶ人たちの顔を、じっくりと観察したことはあるでしょうか。みんな、どこか疲れていて、でもどこか、すがるような目で、窓口の順番を待っているように見えませんか。寒さに震えながら、自分の番が来ると、なけなしのお金を財布から取り出して、連番で30枚、バラで30枚と、祈るような声で注文するのです。そして手渡された派手な封筒を、まるで聖書か何かのように、大切にバッグの奥にしまう。そんな光景を毎年見かけます。かつての私もそうでした。給料日前の苦しい時期になると、ああは、宝くじでも当たらないかな。神様、そろそろ俺の番でもいいでしょと。空を見上げて神頼みばかりしていましたから。現実が辛ければ辛いほど、私たちは一発逆転の魔法にすがってしまう生き物なんです。今の苦しい生活を一瞬で変えてくれる、そんな奇跡を待ち望んでしまうんです。ですが、今日はあえてあなたに嫌われることを覚悟で、残酷な真実をお話ししなければなりません。その行列の先にあるのは、あなたが夢見る自由への扉ではありません。残念ながら、そこには出口はないのです。そこにあるのは、あなたの貴重なお金を合法的に、かつ確実に吸い上げ続ける搾取のシステムそのものなのです。厳しい言い方をしますが、宝くじは経済学の世界ではこう呼ばれています。愚か者に課せられた税金、あるいは貧者の税金と、なぜ汗水流して稼いだ大切なお金を自ら進んでドブに捨てるような真似をしてしまうのか。なぜ私たちは普段スーパーで10円、20円の安売りには血眼になるのに、数千円、数万円という大金を紙切れに変えることには躊躇しないのでしょうか。なぜ私たちは投資は元本割れが怖いと言ってニーサヤイでこすら避けるのに、投資よりはるかに具の悪い、ほぼ確実に元本割れするギャンブルには平気でお金を払ってしまうのでしょうか。今日はこの人間の脳に仕掛けられた恐ろしいバグについて、行動経済学という科学の視点から徹底的にメスを入れていきます。そしてもしあなたがその宝くじ台を正しい場所に置き換えていたとしたら、30年後の未来にどれほどの資産を持てていたのか、具体的な数字と衝撃的なシミュレーションでその残酷な格差をお見せします。おそらくその金額を見たら、あなたは腰を抜かすかもしれません。そして二度と宝くじ売り場に並ぶ気にはなれなくなるでしょう。見かけるだけで寒気がするようになるかもしれません。ですが、そのショックこそがあなたの老後を救う最初の一歩になるはずです。ここからがあなたの人生とお金を守るための本当に重要な話になります。ここで一つ前提をお話ししておきます。最適解は目的とリスク許容度で変わります。
ここでは初心者がハマりやすい一般論として整理します。まず、感情を一切抜きにして、冷徹な数字の話をしましょう。お金の世界には、期待値という絶対的なルールがあります。これはその賭けに出た時に、平均して手元にいくら戻ってくるかという、いわば、ギャンブルの成績表のような数値です。例えば、参加費1万円のコイン投げゲームがあるとします。表が出たら2万円もらえて、裏が出たら0円。確率はそれぞれ 50% ずつです。この場合、戻ってくる見込み額の平均は、2万円 ×50% で1万円になります。参加費が1万円で戻ってくる期待値も1万円。つまり、プラスマイナスゼロです。どうもとも、客も、損をしないフェアな賭けと言えます。これなら、遊んでもいいかもしれません。では宝くじはどうでしょうか。日本の宝くじの還元率は法律で、46% 以下と厳格に決められています。46% 以下です。これは衝撃的な数字です。あなたが1万円払った瞬間に、5400円が胴元に没収されているということです。残りの 54% 以上はどこへ行くのでしょうか。約 40% が自治体の収益になり、残りが印刷費や販売手数料、宣伝費に消えます。つまりあなたが握りしめているその1万円、窓口で宝くじに変えた瞬間に、その価値は平均して4600円に暴落しているのです。買った瞬間に資産価値が半分以下になる金融商品ということです。これは投資ではありません。ただの散財です。もし銀行の窓口に行って、お客様、この素晴らしい商品をご紹介します。手数料がなんと 54% もかかりますが、夢がありますよ、いかがですかと勧められたら、どうしますか。ふざけるな、と怒鳴りたくなるはずです。銀行員を呼びつけて説教したくなるでしょう。二度と、その銀行には行かないと誓うはずです。でも不思議なことに、宝くじ売り場では、みんなニコニコしながら、その手数料 54% のぼったくり商品を喜んで買っているんです。当たりますようにとお祈りまでして自分からお金を差し出しているんです。これは異常な光景だと思いませんか。他のギャンブルと比較しても宝くじの異常さは際立っています。よくパチンコや競馬はダメだと言われますが、数字だけ見れば宝くじの方がよっぽど悪質です。パチンコの還元率は約 85%、競馬や競艇などの公営競技でも約 75%、カジノのルーレットなら約 95% 以上です。ギャンブルの世界ですら、宝くじほど客が確実に負けるように設計されたゲームは他には存在しないんです。世界一分の悪い賭け、それが宝くじの正体です。カジノでルーレットをする人はギャンブラーと呼ばれ、宝くじを買う人は庶民と呼ばれる。この認識のズレこそが最大の穴なのです。いやいや、私は寄付だと思ってるから、夢を買ってるんだから、損得感情じゃないんだよ。そう反論したくなる気持ちもわかります。確かに自治体への寄付になるなら、それは立派な社会貢献です。公共事業に使われるわけですから、素晴らしいことです。公園のベンチになったり、道路が整備されたりします。でも、あえて聞きます。本音のところで、あなた自身の老後資金は、本当に大丈夫なんでしょうか。余裕しゃくしゃくで寄付をしているんでしょうか。もし、自分の老後資金すら足りていないなら、自治体に寄付をしている場合では、ないはずです。まずは自分自身を救うこと、そして家族を守ること、それが50代の最優先事項ではないでしょうか。泥船に乗っている人が他の人を助けようとしたら共倒れしてしまいます。まずは自分が頑丈な船に乗り換えることが先決です。寄付はお金持ちになってからでも遅くはありません。では、これほどまで任務が悪いと数字で証明されているのに、なぜ私たちは宝くじを買うのをやめられないのでしょうか。なぜ
賢い大学教授や企業の社長でさえも、年末になると、吸い寄せられるように列に並んでしまうのでしょうか。ここには私たちの DNA に深く刻み込まれた脳のバグが関係しています。行動経済学の権威であり、ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンらが提唱したプロスペクト理論というものがあります。この理論の中に確率の過重関数という非常に興味深い考え方があります。難しそうな名前ですが、中身は単純です。人間は極めて低い確率を実際よりも高く見積もるという癖があるんです。脳が勝手に数字を歪めてしまうんです。例えば、年末ジャンボの1等が当たる確率はおよそ2000万分の1と言われています。2000万分の1です。これがどれくらいの確率かイメージできますか？東京ドーム400個分の広さにお米をびっしりと敷き詰めて、その中からたった一粒のあたりのお米を一発で見つけ出すような確率です。見つかるわけがないですよね。途方に暮れるような確率です。あるいは、あなたが京町を歩いていて、雷に打たれて死ぬ確率よりも、はるかに低い確率なんです。もし天気予報で、今日の降水確率は 0.0000005% ですと言われたら、あなたは傘を持って出かけますか？絶対に持っていきませんよね。雨なんて降るわけがないと確信するはずです。洗濯物を外に干して出かけるはずです。ところが、宝くじとなると私たちの脳は、この 0.0000005% という数字を正しく処理できなくなります。もしかしたら当たるかもしれない。誰かは当たるんだから自分かもしれない。買わなきゃ当たらない。そう自分に言い聞かせてしまうのです。そうやって脳内で勝手に確率を何百倍、何千倍にもか代表化してしまうのです。これを行動経済学では可能性の効果と呼びます。0% ではない、ほんの少しでも可能性があるなら、そこに過剰な期待を抱いてしまう。それが人間の悲しいさがなのです。さらに、利用可能性ヒューリスティックという心理バイアスも働きます。これは思い出しやすい情報ほど頻繁に起きていると勘違いするという脳の癖です。メディアの影響をもろに受けてしまうんです。テレビをつければ宝くじで10億円当たりましたというニュースや CM が流れています。高額当選者のインタビュー記事を目にすることもあります。私はこれで人生が変わりました。まさか自分が当たるなんて。そんな言葉が何度も何度も繰り返されます。メディアは当たった人のことは大々的に報じますが、その裏で涙を飲んだ外れた人たちのことは一切報じません。彼らは透明人間のように扱われます。当たり前ですよね。今年もまた外れました。30年間続けて一度も当たっていません。そんなニュースなんて地味すぎて誰も見ませんから。その結果、私たちの頭の中には当たった人のイメージばかりが蓄積されます。外れた人の死体の山は見えないのです。まるで宝くじがそこそこ当たるものであるかのように錯覚してしまうのです。これが脳のバグです。賢い人であってもこのバグからは逃れられません。だからこそ意識的に数字という冷徹な眼鏡を通して世界を見る必要があるんです。運ではなく確率で物事を見る。それが投資家への第一歩です。ではここからが本番です。その脳のバグに従って宝くじを買い続けた場合と、そのお金を堅実な投資に回した場合、50代からの人生にどれほどの絶望的な差がつくのかシミュレーションしてみましょう。ここからの話はあなたの未来を分ける話です。例えばジャンボ宝くじは年5回あります。毎回夢を見て連番とバラで3000円ずつ合計6000円買うとしましょう。年間で3万円。これを30歳から60歳までの30年間欠かさず続けたとします。総額で90万円の出費です。運よく平均的な還元率で回収できたとしても、手元に残るのは約41万円です。
30年間ワクワクし続けた代償として約50万円を失いました。まあ30年で50万円なら夢の代金として安いでしょう。楽しみにお金を使ったんだからいいじゃないか、そう思うかもしれません。ですがここに機会損失という考え方を導入します。もしその年間3万円、月にならすとたったのに1500円。これを宝くじではなく S&P500 のような米国株式のインデックスファンドに毎月積み立てていたらどうなっていたでしょうか。過去の S&P500 の平均的なリターンである年利 7% で運用できたと仮定します。もちろん暴落もあります。リーマンショックの時もあればコロナショックの時もありました。株価が半分になるような恐怖も味わったでしょう。それでも過去に100年の歴史を見れば米国株は右肩上がりで成長し続けてきました。その平均が 7% です。さあ30年後あなたが定年を迎える頃、その宝くじ代はいくらになっていたと思いますか。90万円でしょうか、150万円でしょうか。いいえ、違います。なんと約300万円です。投資元本は90万円ですが、複利な力が働いてお金がお金を稼ぎ、利息が利息を生み、雪だるま式に3倍以上に膨れ上がっているのです。宝くじを買っていた場合は手元に40万円だけ、投資をしていた場合は300万円の老後資金、その差額は260万円です。この260万円という金額の重みを想像してみてください。260万円あったら何ができるでしょうか。そのお金があればあなたの老後はどう変わるでしょうか。夫婦2人で豪華な世界一周クルーズ旅行に行って船の上で優雅にシャンパンを飲むこともできます。一生の思い出に残る旅ができるでしょう。あるいは家の古くなった水回りをリフォームをして快適な老後を過ごすこともできます。冬の寒いお風呂場ともおさらばできます。年金の足しにして毎日の食卓に美味しいお刺身やステーキを並べることも、たまには回らないお寿司に行くこともできます。かわいい孫にお年玉やお小遣いをあげて喜ぶ顔を見ることもできます。じいじ、ありがとうと言われる喜びは何事にも代え難いです。宝くじを買うということは、この確実性の高い300万円を自らドブに捨ててほぼゼロになる紙切れを買っているのと同じことなんです。未来の豊かな時間を一瞬の快楽のために売り渡しているのと同じなんです。この事実を知ってもなお、あなたは明日寒空の下、宝くじ売り場に並ぶことができるでしょうか。並んでいる時間もお金も全て無駄にしていることに気づいたはずです。その行列は夢への入り口ではなく貧困への入り口だったのです。特に注意していただきたいのが私たち50代です。50代は人生の曲がり角です。老後が現実として見えてきて焦りが生まれる時期です。貯金が思うようにできていない。年金だけでは生活できないかもしれない。役職定年で給料が下がってしまった。親の介護でお金がかかる。そんな不安が心の隙間に入り込みます。人間は追い詰められると視野狭窄という状態になります。周りが見えなくなるんです。地道にコツコツ積み上げる月3万円の積み立て投資なんてまどろっこしくてやってられない。そんな地味な解決策よりも一発で全てを解決してくれる魔法の杖を求めてしまう。これが一発逆転願望の正体です。宝くじだけではありません。 FX の入ればレッジ取引で一晩で億万長者、月利 10% 確実という怪しい投資詐欺、未公開株の勧誘、これらは全てあなたの焦りと一発逆転願望を狙い撃ちにしています。詐欺師たちはあなたの不安の匂いを嗅ぎつけて近寄ってくるんです。行動経済学の損失回避性も悪さをします。一割益を得る喜びよりも損失を被る痛みの方を2倍以上強く感じると言われます。50代で老後資金が足りないという状態は脳にとっては
強烈な損失の状態です。痛みを感じているんです。この損失を一刻も早く取り戻したい。その痛みから逃れたい。その強烈な衝動が、普段なら絶対に手を出さないような、リスクの高いギャンブルへとあなたを駆り立てるのです。これさえ当たれば全部チャラになる。これさえ当たれば家族に顔向けできる。そう思った瞬間が、一番危険なサインです。断言します。投資の世界に一発逆転はありません。あるのは一発退場だけです。退職金をすべて溶かしてしまった。借金を背負ってしまった。家族に言えない秘密を抱えてしまった。そんな悲劇が今日もどこかで起きています。では、どうすればいいのでしょうか。宝くじを買いたくなるその衝動をどう抑えればいいのでしょうか。ここまで聞いて理屈は分かったけど、やっぱり夢が見たいんだよ。あのワクワク感がないと人生つまらないよ。という方もいるかもしれません。そんなあなたにおすすめの方法があります。それは宝くじを買ったつもり投資です。宝くじ売り場の前を通って、あ、買いたいなと思ったら、上り旗の誘惑に負けそうになったら、その場をぐっとこらえて通り過ぎてください。買っている人たちを横目に見ながら、自分は違うぞ、と言い聞かせてください。そして、安全な場所まで移動してから、スマホを取り出して、証券会社のアプリを開いてください。そして、その宝くじを買うはずだった3000円で、投資信託をスポット購入するんです。S&P500 でも、オールカントリーでも構いません。いつもの積み立て設定とは別に、ポチッと注文するんです。これをやると、脳の報酬系を書き換えることができます。宝くじを買った時の、当たったらどうしようという、ドーパミンが出るワクワク感の代わりに、あ、今自分は3000円を4600円に減らすのではなく、将来の1万円に育てたぞ。みんなが並んで損している間に、自分だけは賢い選択をして資産を増やしたぞ。という優越感と達成感を脳に与えるんです。これは自分との戦いに勝った証です。最初は地味でつまらないかもしれません。紙切れを握りしめて、当選発表を待つドキドキ感はありませんから。でも1年、3年、5年と続けてみてください。証券口座の残高が確実に増えていくのを見たとき、あなたは宝くじ以上の興奮を覚えるはずです。なぜならそれは運ではなく、あなたの意志と行動で掴み取った確実な成果だからです。運に頼る人生は不安定で常に不安がつきまといます。神頼みしか方法がないからです。自分の人生のコントロール権を運に明け渡してしまっているからです。一方で、確率と時間を味方につける人生は退屈かもしれませんが、夜はぐっすり眠れます。明日、暴落が来ようが宝くじが外れようが、あなたの積み上げた資産は成長し続けるからです。3000円あれば、美味しいランチも食べられます。本を2冊買って勉強することもできます。大切な人へのプレゼントを買うこともできます。お金の使い方は、その人の生き方そのものです。最後に、あなたにお伝えしたいことがあります。本当のお金持ちになる人は、宝くじを買いません。彼らは知っているからです。富とは、運よく空から降ってくるものではなく、地道に種をまき、水をやり、時間をかけて育て上げるものだと。宝くじに当たる確率よりも、地道に投資をして資産を築く確率の方が、はるかに高いのです。あなたが今、50代で資産形成に焦りを感じているなら、なおさら、一発逆転の誘惑を断ち切ってください。その3000円は、儚い夢を見るための入場料ではありません。あなたの未来を守るための大切なお金です。それを食べてしまっては、いつまで経っても花は咲きません。今日から運任せの航路を捨てて、確実な航路へと舵を切りましょう。最初はゆっくりかもしれません。周りの人が一攫千金を狙って走っていくのが見えるかもしれません。でも焦らないでください。ウサギと亀の話と同じです。
最後に笑うのは確実に一歩ずつ進んだ亀の方です。その船は確実に自由という港へ向かって進んでいきます。投資は長く続けた人が勝つゲームです。暴落が来ても不安になっても、ただ淡々と正しい行動を積み重ねる。それが私たち50代に残された唯一にして最強の逆転劇なのです。今日の話があなたの脳のバグを修正するきっかけになれば嬉しいです。もし、よし、今年の年末ジャンボはやめて、その分をNISA枠で注文したよ。というも差がいればぜひコメント欄で教えてください。その宣言が他の方の勇気にもなりますし、何よりあなた自身の決意を固めることになります。これからもこのチャンネルでは、50代からのお金の不安もなくし、自由に生きるための知恵を発信していきます。面白かった、ためになったという方は、チャンネル登録と高評価を忘れずにお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。